それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、今のあなたに重要なメッセージということでお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。1番をお選びいただいた方、こちらのカードはピリナというカードです。よろしくお願いします。それではタロットカードを使って見ていきます。はい、それでは見ていきます。カードはソードの8、そしてペンタクルの4番、ワンドのページ、カップの2番、ペンタクルのクイーン、そして現在の立ち位置、ワンドの9と、こちらが周囲の状況です。ソードの5番、不安や恐れ、期待のところにワンドの8、そしてワンドの3番にペンタクルのナイトです。このカード並びを見ていると、今のあなたが八方塞がりっていうのが伝わってきます。非常に疲れていたり、特に人間関係っていうのが入ってきますね。素敵な出会いやパートナーシップっていうのを感じていたんですが、今の状況、周りの状況が対人関係の争いっていうのが入っていますので、周りと対立していたり、それはライバルかもしれません。または周りの人から反対されているようなお二人パートナーシップがあるかもしれませんね。好きな人とのことかもしれません。またはあなたのパートナーシップなので、ビジネスパートナーだったり、生涯をかけて何かに取り組もうっていう時のパートナーですね。その方との揉め合いや周りのことがっていうのがちょっと入ってくるかなと思います。少し前の過去がカップの2番だったので、あなたにとってはこの人だったら信頼できる、この人についていきたい、一緒に何か分かち合いたい、気持ちを共有し合いたい、そういう対象となるお相手がいらっしゃいました。そしてその方とこれからやっぱり発展していきたいよねっていうことで、事業の拡大かもしれませんし、その方と恋愛関係になっていくってことかもしれません。あなたにとっては今この人とこのパートナーとどうこれから未来歩んでいくのかっていうところに対しての不安とか葛藤とか焦りっていうのを感じています。うまくいかないなっていうことですね。今考えていることはペンタクルの4番、心の中はワンドのページなので、お相手向こうからの連絡がなかなかやってこないとか、周りの状況から困難な状況から抜け出せないとか、そういうことを感じていらっしゃるかもしれません。ご自身の中ではこれだけは譲れない、守りたい、または守りたいと思っている人がいる、だから今の状況を切り抜けていきたい、どうしようかなっていうことで少し焦りが見えているので、その焦りを抑えていきながら、これからじっくりと時間をかけていってくださいっていうのが全体的なメッセージです。もう少しもらっていきましょう。お知らせが欲しいとかね、通知を待っているっていうのもありますから、お相手からのお返事かもしれませんし、周りの状況が落ち着くのを待っているっていうことかもしれません。周りの状況で今の自分が疲れてるんだよねとか、そうですね、孤独感を感じているとか、なかなか自由に動けないなっていうのが今こちらの現状から見えてきています。1枚、そうですね、熊のカードをプレッシャーに感じている、またはそのプレッシャーを感じちゃうような人が周りにいるのかもしれません。対人関係のことで、そうですね、力強い方とか自分より目上の方とか圧を感じるような方がいるのかなというふうにも感じます。その方とのこのトラブルを何とか避けようとしていたりとか、また対面して話し合いを持とうっていうふうに思っているかもしれません。いろんなことを対策考えているんだっていうのも出てきているので、これから先の未来に向けて自分で今の困難なところから抜け出さなきゃなっていうお気持ちが強く出てるんじゃないかなと思います。この人物かもしれませんし、自分自身にのしかかってくるようなプレッシャーかもしれません。ここのね、熊の存在っていうのが、ここの対立、バランスの悪さっていうのを感じます。ここによって今の自分が非常に動きづらいとか、
守りたい意志があるんだけど守りきれるかどうか不安っていうのも入ってきますね。このカップの2番、ここのパートナーやつながりっていうところに対してやっぱりこの絆も守っていきたいし、育んでこれから育てていきたいっていうようなお気持ちも出てるんですね。焦りが見えているので、それは動けないから変化させたいから焦っているってことかもしれませんし、周りの状況に対して対応しなきゃっていうことで今パニックになっているような状態かもしれません。はい、1枚もらっていきましょう。ガーデン、人脈とか、そうですね、お食事とか遊びの場だったりとか交流の場ですねっていうのを表しています。これから先の近未来っていうところなんですが、この対象となる方、パートナーとかつながりを感じている方とのご縁っていうのは育まれていきますので、ここのね存在、大切な存在に対しては安心してください。問題なのは周りの状況ですね。またはこの方との喧嘩しちゃいましただとしたら仲直りしますから、そちらも安心してください。アドバイスカードで見ていきましょう。これから少しずつ先が開けていきます。例えば今まで動けなかったことに対しても、じゃあどうしたらいいのかなっていうようなことが見つかってきたりとか、そうだ私焦りすぎていたんだっていうことに気がつくとか、落ち着いて対応しよう、怖がらなくても大丈夫っていう風にね、落ち着いて取り組んでいけるようになるかもしれません。何事も落ち着きが必要です。今のあなたにはそれが必要かなというふうに思いました。落ち着いて取り組んでいけば、それは必ず良い未来へとつながっていきます。そしてきっかけになるのがこの交流です。なので助けになってくれる人が現れるだったり、お相手と二人きりになれるチャンスがやってきたり、交流の場なので飲食、待ち合わせ、デートとかそういうことも含まれてきます。ビジネスパートナーだったらそのパートナーの方と一緒に話し合う機会が設けられるんじゃないかなとも思うんですね。で、ガーデンなので楽しいことだと思うんです。楽しい集まり、みんなで集まったりとか交流なので、人と人のやり取りっていうのが入ってきます。これらを通してあなたが未来を開いていくチャンスを手に入れるっていうのが伝わってきますね。そしてアドバイスカードもペンタクルのナイトなので、自分が誠実に取り組んでいくこと、日々丁寧に取り組んでいくことがいかに大切かっていうのを周りにも届けていくこと、誠実な対応っていうのが求められています。周りに対して今対応していかなければいけないっていう方は、特にあなたの誠実な対応や言動っていうのが求められる時期です。そうですね。誰かから反対されている2人の絆であれば、周りの方を説得させるためには誠実な言動が必要になってくるでしょう。ゆっくりと、でも確実に急ぐ必要はありません。そしてあなたの守りたいものを守る、これを貫いていきましょう。そしてとてもね素敵なカードがここに入っていますから、ペンタクルのクイーンです。あなたがいかに大切にして育んでいくのかっていうのもしっかりと現れていますから、ご自身の今のお気持ちを大切に、そして動けないのはなんでなんだろうとか、なぜ自分が自分らしくいられないんだろうっていうところをもう一度振り返って立ち止まってみて、そしてあとはゆっくりと進まれていくと良い展望が見られるんじゃないかなとも思います。ではアドバイスカード1枚もらっていきましょう。今の動けない現状が変わっていくよっていうふうに言われていました。そうですね、開運アクションとしては今の身だしなみをもう一度チェックすることっていうのが今伝わってきます。例えばですね、ヘアカットしてみる、毛先を揃えてみたりとか、手のお手入れをしてみたりとか、日々できるケアをしてみてください。丁寧に自分のボディケアをすることがおすすめです。そしてお洋服や髪型とか靴とかを新調するっていうのもいいですし、清潔感を持つことっていうのが今入ってきていますので、もう一度見直ししてみてもいいかもしれません。もう使わなくなったものを手放して、そして新しいものを取り入れてもいいですし、今大事にしているものを長く使っていってもいいと思います。アドバイスもらっていきましょう。28番紳士のカードですね。ということは、やはり1番さんは好きなお相手のことで考えてらっしゃる方、思い悩んでいる方が多いんじゃないかなと思います。また対象になる方ですね、恋愛対象だったりとか異性の方っていうのがここに含まれてくるんじゃないかなと思います。ビジネスパートナーだったら異性のパートナーですねとの間のことで、
周りから圧を受けていたりとか、そうですね、プレッシャーを感じているっていうのが入ってきます。これと向き合わなければいけないっていう今の立ち位置ですね。なのでここで好きなお相手っていうのが出てきましたので、1枚タロットを使ってこのお相手どんな風に感じてくださってるのかっていうのを総合的に1枚もらっていこうと思います。具体的なプランを立てることっていうのがアドバイスですね。衝動的にパッと動くのではなく、例えば食事をする時も前もってお約束をしておくっていうのもいいかもしれません。はい、お相手1枚見ていきましょう。カップのナイトですね。はい、なのでこのお相手の状態状況とかあなたへのお気持ちっていうところを見ていった時に、やはりお相手からも誠実な思いや優しさっていうのが伝わってきます。なのでお二人の中でやっぱりつながりご縁があったんだっていうような感じるようなこと最近あったんじゃないかなっていうのも感じますし、この過去があったんだけど今はうまくいっていないとかよく動けていないっていうのがあるので、やはりこのお相手との間に何かがあったのか、それとも周りを2人をね取り囲む状況があまり思わしくないのかなっていうふうにも思います。ただお相手はあなたのことを嫌いになったとかではなくて、すごく大切にしたい純粋な思いを持っています。向けてきてくれていますね。応援したい、支えたいとか自分で優しさを向けてきてくれているので、それをお二人で紡いでいくような未来になっていくと思います。お相手のことを信じて、そしてあとはここですね、周りのことに対して2人で話し合ってやっていけるのであれば2人で話し合って進まれていくのもいいですし、ご自身の中で何とかしなきゃなと思っていることがあったらそれを丁寧に取り組んでいくっていうのもいいと思います。ではアドバイスカードもらっていきましょう。今のあなたへ重要なメッセージ、そしてこれからあなたに起こることっていうのも見ていきます。はい、まずはこちらシトリンのカードです。トランプからはエモーションズ、感情を表すカード、そしてゲートウェイです。入り口、魔法の入り口っていうメッセージがあります。こちらからメッセージをもらっていきましょう。まず変わり始めるのはこの感情からっていうのが入っています。今のあなたに訪れようとしているのは感情や心の動きがきっかけとなって始まる変化です。それは外側から突然何かが変わるというよりも、あなたの内側の感受性が開いていくことによって見える世界が変わっていく流れです。例えば昔は何とも思わなかった出来事にふと胸が熱くなる、誰かの優しさが思った以上に深く心に残る、忙しさで忘れていた好きだったこと、やりたかったことを不意に思い出す、涙もろくなったり些細な幸せに感動したりする。そんな感情の小さな揺らぎがこれからのあなたにとっての魔法の入り口となっていきます。これからの時期のあなたは感性がとても敏感になり、日常の何気ないシーンから人生のヒントを受け取ることができる状態になっていきます。これまで曇って見えていた景色にも少しずつ光が差し始めていくでしょう。まるで霧が晴れていく朝のような静かな変化です。心の内側から理想の未来が芽を出すタイミング、それがまさに今なんです。では開運アクションをお伝えしていきます。感情を見逃さず大切にしていきましょう。このタイミングであなたにぴったりな開運アクションは、湧き上がる感情に素直になることです。まずは感情を言葉にしてみましょう。なんか嬉しい、ちょっと寂しい、これ好きかもなど小さな感情を言葉にしてみましょう。ノートに書いたりスマホのメモに残すのもおすすめです。次に気持ちが動く瞬間に集中してみましょう。例えば映画や音楽、風景、香り、心が動いた瞬間になぜ今これに惹かれたんだろうと意識を向けてみてください。それはあなたの未来へのヒントです。3つ目は太陽の光を浴びる習慣を。このシトリンのキーワード Bring in the light はまさに今のあなたに必要なものです。朝の時間、少しの時間でいいので窓辺で太陽の光を浴びてください。それだけで心の中の気分の天気が変わっていきます。そして芸術的な時間を持つこと。
心が開く時というのは、あなたの中の創造性も同時に目を覚ます時です。絵を描いたり、文章を書いたり、写真を撮ったり、お花を生けたり、何かを感じたままに表現する、そのことが今のあなたにとって深い癒しと再生の力となります。自分の感情を大切にしてください。押し込める必要はありません。そしてこんなことにも意識を向けてみましょう。いつもと違う道を歩いてみる。そうすると新しいアイディアや気づきが予想外の場所からやってきます。道順を変えるだけで見える世界が変わっていくでしょう。そして幸せだなと思う瞬間を意識して増やしてみましょう。紅茶の香り、鳥の声、笑い声、夕暮れの空、どんなに些細なことでもこれ自分好きだなと思える瞬間を一日の中から探し出してみてください。あなたに起こる変化というのは心の目覚めとも言えるものです。これまで見逃していた喜びや希望のサインに気づくことによって行動が少しずつ変わり、人生の流れが自然と好転していきます。だから今は焦って急いで何かをしようとしなくても大丈夫。大切なのは心がときめいたら動いてみる。そして小さな嬉しさを自分で受け止めることです。その繰り返しがやがてあなたを理想の場所へと連れてってくれるでしょう。はい、自分の感情を大切に押し込めてきたこともあったんじゃないかな。そして好きなお相手やこの人、このつながりを感じている人とのつながり、絆っていうのを大切に育んでいくことっていうのがとても大切になってきます。今あなたは魔法の入り口の瞬間に立っています。なのでこれからの未来ね、開けていくと思いますので、今うまくいかないなと思っていることは抜けていけますから、じっくりと丁寧に育んでみてください。ではお選びいただいたオラクルカード、このピリナというカードからメッセージをもらっていきましょう。大切な人とのつながりに気づくとき、このカードは心をつなぐ花という意味があります。最近ちょっと孤独を感じることがあったのではないでしょうか。でも思い出して感じてほしいのです。あなたのそばにはいつも見守ってくれていた人たちがいることを、このプルメリアの花のように、あなたの周りには見えないけれどしっかりと心を潤してくれている存在がいます。その人たちはあなたが気づかないうちにそっと心に水を注いで、あなたの心の花を咲かせてくれていたのかもしれません。ピリナはハワイ語で絆です。疲れた時にそばにいてくれたあの人、言葉はなくてもそっと笑ってくれたあの人、その小さな優しさの一つ一つがあなたの心を今まで育ててきました。そして今度はあなたがその優しさを周りに返していく番かもしれません。お水を分け合うようにあなたの存在が誰かの心をそっと潤す。そんな優しい循環がきっとまたあなたの元に巡ってくるでしょう。私は一人じゃなかった。そう気づけた時、あなたの毎日はもっと暖かく、そして色鮮やかに変わっていくでしょう。以上、こちらがピリナからのメッセージでした。1番さん、今のあなたに必要なメッセージは、今の現状から未来ね、進んでいって、もっと視野が広い世界へと変わっていきます。新しい世界と思えるぐらいの新鮮な世界だと思いますし、今苦しいな、動けないなって思っていることも解決する方へ流れていきます。どうか自分の希望や感情を大切にしていきながら、それを少しずつ形に起こす行動をしてみてください。今回は今のあなたへ重要なメッセージ、そしてこれからあなたに起こる変革のテーマというのをお届けしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、今あなたに必要なメッセージ、そしてこれから起こることについてお伝えしていきます。よろしくお願いします。こちら2番をお選びいただいた方は、カノアというカードです。よろしくお願いします。ではタロットを切っていきましょう。
はい、それでは見ていきます。カードの説明です。ペンタクルのない、そして健在意識がソードの2番、潜在意識がワンドの3番、過去ペンタクルの5番、そして今の不安や恐れに感じているところにカップのキング、今の立ち位置、ジャスティス、周りの状況がカップの9、そして今後の未来やポイント、押さえておきたいところとして、ソードのナイト、ワンドの2番、そしてマジシャンのカードです。これを見てると、過去から現在にかけてあなたが一生懸命取り組んできたこと、どんな困難にも負けずに取り組んできた、粘り強くやってきた、時にはすごく厳しいこともあったし、厳しい状況だったし、でもそれでも諦めずにやってきたからこそ、今のこの自分の立場だったり、成功、達成したもの、達成感とか、手にしたもの、報酬、収入とかお金かもしれませんし、貴重な時間かもしれません。誰かとの大切な関係性かもしれないですね。あなたにとってはすごく価値のあるものっていうのを手にしたんだよっていうのが伝わってきます。今やっとここまで来たんだ、ここまで歩んできたんだ、あの時頑張って諦めなくてよかったって、そういうようなお気持ちで今いらっしゃるのかなと思います。しかし今の考えているところっていうのがソードの2番のカードが入っているので、周りとのギャップっていうのを感じている方もいるかもしれません。ぐっとこらえてきたこと、もうなんか爆発寸前とまではいかないかもしれないんですけど、ずっと我慢してこらえてきたこともやっぱりあったんだよって、その我慢してきたからこそ達成できたっていうことも感じてるんだけど、やっぱりそれをどうしても言いたいとか伝えたい、自分の思いをぶつけたいなっていうふうに思ってらっしゃるところもあります。誰かに譲ってやってきた、こう歩み寄ってやっていったんだけど、だからね今の立場もあるんだけど、やっぱりここはっきりさせておいた方がいいよねって思うようなこともあるんじゃないかなと思うんですね。そして正当に評価を受けたいとか、もちろん今が全然ダメなのかって言ったらそうではないんだけど、今まで頑張ってきた分のその頑張りに対しての周りからの評価だったり、もっと認められてもいいんじゃないって本当は心の中で思っているところもあるんですよね。それなりに評価してもらってて十分満足じゃないって言われたら確かにとは思うんだけど、でもそれ以上に自分頑張って我慢してやってきたよねって、そんな自分もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。もっと認めてよって純粋に。でもそのあなたの思っている通りに、あなたはもっと評価されるべきだし、よく頑張ったねってみんなにもっともっと言われるべきなんじゃないかなっていうふうにこの配置を見ていて思います。そしてまだまだ自分はこれ以上に頑張っていきたいんだっていう思いもメラメラと燃えていますよね。なのでこれから先も自分の未来ね、もっとより良くしていこうっていうふうな気持ちがありますから、次の目標ももう決まっているかもしれません。今ここまでやってきたから、次はこの目標を立ててもっと次なるステップアップを目指してやっていきたいって、そういうお気持ちもあります。認められたい、もっと評価されてもいいんじゃないかっていう気持ちと、また新しいこの目標に向かって自分は進んでいくんだっていう、そういうね前向きな気持ち、全部前向きな気持ちなんですが、そのパワーで溢れているような状態です。そしてもう少し詳しく見ていきましょう。周りの状況がカップの9なので、あなたのことをやっぱり認めてるんですよね。頑張ってきたよっていうことを直接伝えたよっていう周りの人もいるでしょうし、陰ながら応援しているよとか、何も言わないんだけどやっぱりあなたの存在感すごかったよってことを認めてる、そういう方々だと思います。周りの方から称賛は受けてると思いますね。思っている以上に、あなたが多分感じている以上に、周りの方々はあなたのことをちゃんと見ています。なので自分が今まで言えなかったこととか、ぐっとこらえていたこと、そろそろ言おうかなと思っていることはもう言ってもいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。今だったら言えるんじゃないかとか、そうだと思います。そして具体的な時期、もし自分が何かを伝えたい、これを言いたいんだっていうことを思ってらっしゃる方に関しては、9月に入ってからとか8月の末ぐらいからそれを実行してみてください。今すぐではないですね。今この動画をリアタイでご覧になっている方は7月とか8月は少し控えて、8月の終わりか、一番いいのは9月過ぎてからっていうのが入ってきているので、それをぜひ参考にしてください。その秋ぐらいになったら自分のと思っていた計画を実行するんだとか、溜め込んでいたこの思いを
伝えていくんだっていうふうにね、何かを伝えたり書いたり発信したりとかすることにおいては9月以降が吉で出てきています。そして近未来の流れなんですが、あなたが願っているお相手だったりとか、あと評価してほしいとか認めてほしいとか褒めてもらいたいって思っている人からお褒めの言葉がやってくると思いますし、あとはそうではなくて、あなたが自分がもっとね認められたいとか、自分がすごく頑張ってきたんだってことに対してのお声がけ、周りから頑張ってきたよねって認めてもらえるような、もっともっと今よりね認めてもらえるような、そんな未来も待っています。発展ですね。未来発展っていうのがテーマで入ってきています。ではルノルマンで少し補足をもらっていきましょう。今のあなたにはやっぱり正当に評価してほしいな。もちろん今評価はされてきたんだけど、まだまだなんじゃないかなっていうふうに思ってる気持ちも両方あって、このカードの並びを見てると、あなたがやっぱりもっと評価されるべきなんじゃないかなっていうふうにも思います。補足で1枚出していきましょう。紳士のカードですね。優しくしてほしい相手がいる、期待している相手、恋愛要素も少し入ってくるかもしれないですね。紳士のカードが出てくると、あなたが思いを馳せている人かもしれません。その恋愛で例えて言うのであれば、恋愛として今まで自分がすごく片思いで一生懸命アプローチしてきた、そして仲良くなった、この人と仲良くなってきて、過去に比べたら今の方が落ち着いてるんじゃないかなとか、この人と仲良くなってきてるなっていう感じはするんだけど、やっぱりまだ言えていない思いがあったりとか、期待する気持ちもある。もっとこの好きな人から優しくしてほしいとか認めてもらいたい、この思いがストレートに届ければいいのになっていうふうに思ってるし、中には真剣な交際を求めているっていう方もいるかもしれないですね。そしてこの周りの状況がいわゆるお相手になってくるので、だとしたらお相手カップの9を出しているので、あなたとの関係においてやっぱりいい関係を築いていきたいとか、今の状態満足してるよとか、素晴らしいものだっていうふうにあなたのことを特別に思ってるよってことも出てきているので、今順調に仲を育まれているんじゃないかなと思います。そしてあなたがさらなるステップですよね。このお相手と次のステージへっていうふうに求めていて、例えばこのお相手に告白しようって思うんだったら、やっぱり9月以降がいいのかなっていうふうに思います。で、未来の流れとしては、やっぱりこれから先このお相手と2人でつながっていく世界へって、次の世界へ行こうねっていう流れになってきていますから、またもうワンステップ上へ行くんじゃないかなっていうふうにも感じています。はい、これは今恋愛で例えて言いましたので、今好きな人ではなくて仕事で同じようなこと、同じような状況なんですよって方は、やはりお仕事の場で認めてもらうような、そんな流れになっていくんじゃないかなとも思います。でも紳士のカードが出ているので、人物っていうのはやはりいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。はい、もう1枚ですね。タワーのカードです。はい、今まで築き上げてきたもの、頑張って自分が積み重ねてきたものっていうのも大切にしていきながら、それを崩さないようにいかにねバランスを取りながらこのお相手とうまくやっていくのかっていうのもテーマになってくるでしょうし、あとはあなたが今まで考えてきたことありますね。溜め込んできたものかもしれません。感情を押し込めて、自分の恋愛感情を押し込めてこのお相手とお仕事上やってきましたとか、お友達として仲良くやってきました、そろそろでもこの気持ち限界なんですってところまで来ている方もいるかもしれません。あなたが積み重ねてきたこの恋のお気持ちだったり、頑張りの努力のこの積み重ねっていうのがきっちりと重なっている、高くも積み上がっている状態なので、これをではこの後どのように表現していこうかっていうところが大きなテーマなんじゃないかなと思います。そのヒントが見つかって実際に行動に移っていくのが9月ぐらい、9月以降ですね。感情の隠してきたこと、抑えてきた恋心かもしれませんし、自分が今まで努力してきたことがこれ以上に花開いていくのが、やっぱり表現としてね花開いていくのが9月以降っていう風になると思います。はい、積み重ねてきたものをどう形にするのか、どう表現するのか、どう発信していくのかっていうのが2番さんのテーマです。ではオラクルカードからも補足をもらっていきながら見ていこうと思います。
そうですね、今以上に周りから優しくしてもらえるとか、自分がこうだったらいいのになと思ってることがもっともっと近しいものになっていくっていうのが言われています。過去ね、すごく頑張りましたね。中には孤独だったっていう方もいると思います。見ていきましょう。クリスタルのカードからは、このカードはセレスタイトのカードです。綺麗なブルーですね。トランプからはファイトですね。はい、今まで自分が頑張ってきたんだよってことも表しているカード。そしてこちらが真実トゥルースのカードです。こちらからもメッセージもらっていきましょう。これからあなたが変わっていくことについてまずお伝えしていきます。本音とつながりの整理が始まっていきます。今あなたは無意識に本当の自分とそうではない自分のギャップに疲れているのではないでしょうか。この変化の時期に起きるのは、まず一つ、気を使いすぎていた人間関係に距離を自分から置くこと、そしてなんとなく続けてきた習慣や場所に違和感を感じる。心の中でこれは違うと思っていたことをようやく自分が認められる。本音を出せる人とそうでない人との境界線がはっきりしてくる。これらのサインが出てきた時があなたが変わっていくサインです。こんな風に曖昧になっていたものがはっきりしてくるとか、違和感が浮き上がってくる。それは決して冷たいことでも投げやりな選択でもありません。むしろこれからもっと自分らしく生きるために心の周りを少し整理する時期なのです。人付き合いや考え方、日々の習慣も今のあなたにとって本当に心地よいものだけを残していく。それはまるで風通しの良いお部屋を作るようなものです。なんとなく疲れるな、もやっとする、無理をしちゃうな、そんなものはそっと距離を置いていきましょう。あなたの心にもっと余白と優しさが戻ってくるでしょう。あなたの心が軽くなることで、もっと大切にしたい人や物事、場所との絆がしっかりと深まっていきます。誰とどんな時間を過ごしたいのかというのが自然と明確にクリアになっていくでしょう。真実の声に耳を澄ませてみてください。今、あなたの中に風が吹き始めています。それは誰にも見えませんが、確かにあなたの心を動かすものです。その風が今あなたに問いかけているのは、本当のことを自分に正直に伝えているのということ。あなたが何かを我慢したり、言いたいことを飲み込んできたんだったら、今こそこの風の力を借りて、それを外へと解き放つ時です。あなたにとっての真実とは必ずしも大げさなものとは限りません。例えば疲れているのに平気なふりをしてしまう、違和感があるのに誰かに合わせるという選択を選ぶ、本当はやってみたいのに自分きっと向いてないだろうなと諦める、そんな小さな嘘を自分につき続けていると心に風が通らなくなってしまいます。でもあなたが自分の気持ちに正直になることで、その風はまた自由に流れ始め、新しい景色や出会いを運んできてくれます。自分の心の中、真実という風を通してあげて、少しずつ自分の中に溜まっていったものを取り除いていってみてください。では開運アクションをお伝えしていきます。まずは静かな勇気を持って自分の気持ちを伝える、自分の気持ちを守ること。このタイミングであなたにぴったりな開運アクションは、本音を守る勇気を持つことです。小さなノーを言ってみる。今は無理です。少し考えてみたいです。など、無理に人に合わせず、やんわりと断る力を育んでみましょう。これはあなたの心に風を通す第一歩となります。そして自分にとっての真実を書き出す。人に話すのが難しかったら紙に書いてみましょう。今本当はどう思っている？何に傷ついている？誰といると安心するの？答えはいつも自分の心の中にあります。また、風通しのいい時間や空間を作りましょう。今回2番さん、風っていうのがキーワードです。一人になれる時間を作ったり、風が通り抜けるカフェや公園などに足を運ぶのもいいでしょう。本音と向き合うには静けさが必要です。そしてこちらのファイト、このカードからも、これは自分との向き合い方を変えていこうという意味があります。誰かではなくて自分です。自分の気持ちを後回しにしてきた私と向き合うことです。
その姿勢こそが強さへと変わっていきます。そしてセレスタイトからもメッセージが、入ってきています。癒しを忘れずにっていうことですね。すべてを完璧にこなそうとしなくても大丈夫。うまくいくと信じる心があなたを支えてくれます。何か不安になってしまった時、そんな時は、これは本当に私の望みなのかと思い出して、そしてすぐに答えを出さなくてもいいので、少し時間を置いてみましょう。本音を言って関係が変わってしまったらどうしようと思ったら、本音でつながれない関係は長く続かないと信じても大丈夫。そして小さな違和感を無視しないで大切にすることが、あなたの未来を守ることにつながっていきます。この時期のあなたに必要なのは、誰かの正解ではなくて、私にとっての正直さを持つことです。風はあなたの言葉に乗って本当のつながりと心地よい場所へと導いてくれます。私は心からの言葉で生きています。今日の自分にそうそっと伝えてみてください。言葉を変えることで現実もまた優しく変わっていきます。この2番さん、今回は風通しとか、風通しのいい場所、空気を入れ替えるとか、気分転換とか、あとは言葉遣いを変えてみたりとか、空気感とか風っていうのがテーマになってきていると思います。この風をうまく利用していって、自分の未来を自分に正直になって生きていくんだっていう、そういう変革のメッセージが届いてきています。そして大きな転機となるのが今年の9月以降ですね。では、お選びいただいたこのカードからメッセージをもらっていきます。カノは心に風を通すというメッセージです。これもね、風っていうのがあったので、やっぱり風っていうエネルギーが強いなと思いました。本当に望んでいることに気がついたなら、深呼吸をしてみてください。海の風があなたの心に吹き抜けていくように、今あなたの中にあるモヤモヤが少し軽くなったような気がしないでしょうか。カノアは自由という意味のある言葉です。今のあなたに必要なのは、誰かの期待やこうあるべきということから離れて、私は本当はどうしたいと見つけてあげることです。あなたがこうしなきゃと思っていたものは、もしかしたら本当のあなたの願いを覆う霧のようなものだったのかもしれません。心の中の霧、つまりモヤモヤに気づけたとき、そこにはちゃんと自分だけの空が広がっています。自由は何かを大きく変えることではなくて、まず自分の気持ちに正直になることから始まっていきます。私には選べる自由がある。そう信じた瞬間から、あなたの旅はもっと軽やかに、のびのびとしたものになっていきます。風を感じてください。それはあなたの正直な心と自由につながっています。今回の2番さん、何が変わる？自分に正直になること。そして風を感じて、風のエネルギーを味方につけて、より良い未来とか次のステップへと進んでいく準備をしていくこと。真実の声に耳を澄ませる、そんな世界へ向けて自分が進み出していくんだっていう、そういう流れとなっていました。このカードたちからのメッセージもぜひお受け取りください。では、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、今のあなたに必要なメッセージ、そしてこれから変わっていくことについてお伝えしていきます。よろしくお願いします。こちら3番をお選びいただいた方、こちらはほくらにというカードです。ではよろしくお願いします。タロットカードを使って展開していきます。はい、それでは見ていきます。カードの説明です。今の現在、ソードの3番です。そして過去、カップの7番。そして今考えていることにチャリオット。
潜在意識、心の中ではワンドの3番、今の立ち位置、立場っていうところでカップの3番、そして周りの状況がカップの6番、そして期待していること、恐れていることにソードの5番ですね。対立のカードです。そしてポイント、押さえておきたいところにワンドのキングと、これから先の未来なんですが、ワンドの10とソードのキングという流れになっています。ルノルマンカードを使っていきましょう。今すごく非常に辛い、心痛めていることがある、解決したい方向へ向かいたい。例えばそれは誰かと話し合うことによって解決することとか、争いは避けて通れないなって覚悟して進んでいこうとされているのかもしれません。心の中はやっぱり解決の方向へ向かって自分が動くんだから、解決する方がいいよねとか、解決するよねっていう期待があるんですよね。解決したいっていう気持ちですね。問題を抱えていることがあるんじゃないかな。少し前は悩んでいたっていうのがあるので、本当にそれは進んでいいのかどうか、例えば相手に伝えていいのかどうかとか、争っていいのかどうかってことで悩んでいたんだっていうのが入ってきてるんです。そして今カップの3番が入ってきて、これはいわゆる乾杯カードって言われていて、お祝い、お友達とお話ししたりコミュニケーションとって嬉しい気持ちっていうのがここ入ってるんですね。で、ご自身のこの今のソードの3番とカップの3番なので、ここを少し深掘りしていきたいな。そしてここもワンドの3番なので、やっぱり欠けているのは話し合いを持つ時間とか、誰かと顔を合わせなければいけないこともしっかりと明確に入ってるんじゃないかなと思います。かなり厳しい、そして疲れるだろうなっていうふうにご自身で予測してらっしゃいますね。争いを避けて通れない。で、ぶつかるかどうか悩んだんだけど、やっぱりぶつかることになった、決めたんだっていうふうにご自身で思ったんじゃないかなと思ったんです。これは言わなきゃいけないよねって、これは通さなきゃいけないよな。そして周りの状況がカップの6番なので、少し前の過去のことについてそれを掘り起こして、あの時どう思っていたんですかとか、これはこうだったんじゃないですかとかっていうふうに自分でこう言おうっていうふうに決めたことがあるんじゃないかな。話し合いの時間を持とうっていうふうに、誰かと話し合うこと。ただそのことで今非常に悩んでるし、心苦しいことだったっていうのが入ってくる、傷つけられたっていうのが入ってきていて、やっぱり話し合うことっていうのが、やっぱり自分自身を悩ませたりとか苦しめることになるだろうって、争うことになるだろうけど、やっぱりでもこれ伝えなきゃなって、違うんだよってこと、そういう強い気持ち、思いっていうのが入ってきます。それはご自身の心を守るためかもしれないし、誰かを守るために自分が動く、行動する、戦うっていうことを選んだってこともあるかもしれません。ライダー、そうですね。自分の望みへ向かって駆け抜けたいんだって、願望成就。その願望ってじゃあ何ってなると、やっぱりこの争いに勝つことだったりとか、自分の意見をちゃんと通して自分の心の痛みを取り除くこと、もう痛い思いしなくていい、もう十分自分頑張ったよねってねぎらうこと、一番最後はそこだよねって、もう後腐れなく自分の心をすっきりさせること、もう引きずらないことだっていうのがここに入ってきてるんです。だからなるべく早く動いていきたい、動きのカードなんですね。チャリオットもそうだし、守るためとか、自分の意思を守るためとか、守りたいと思うべきもののために自分は向かっていくんだって、何を叶えたいのか、やっぱり自分の意見をちゃんと通したいっていうことですねが入ってきていて、あらかた予想はついてると、大きな揉め事になるだろうなとか、これを話し合いの機会を設けたらやっぱりそれはきちっとした形でやっていかなきゃいけないだろうなって予想はついてるし、でもそれ以上に今の自分がひどく落ち込んでるとか、ショックだった、衝撃的だった、心が痛んだ、それぐらい傷んだんだよってことを訴えたいんだっていうのが入ってくるんですね。今の現状です。そしてやっぱりそうですね、話し合いが足りていないっていう、相手との建設的な話し合いができていないんですね。そこが一番やっぱり足りていないんじゃないかなと思いますね。でもう過去にはとらわれたくないと、そういう思いもあります。何か払拭するためのムーン、月のカード、それがここの
カップの3番に入ってきているので、これルノルマンカードの月っていうとデートとかロマンスっていうのを表してるんですね。なので中にはこの自分が伝えていくんだっていうのが、このデート相手、恋愛相手とか恋愛対象の方かもしれませんね。とあとはお友達絡みだったりとかかもしれません。人絡みっていうのが入ってきますね。そうですね。自分の中では傷ついてるのに傷ついていないふりをしていたりとか、周りに対してですよ、周りに対して平気なふりをしていたりとか、本当は自分傷ついてるのにってことを押し出していくのが今なんじゃないかなとも思いますね。犬のカード、例えば信頼していたお友達やパートナーに裏切られたような気分になったとか、この信頼してる人から傷つけられたとか、そういうこともあるかもしれません。信じていたのにとか、前まで仲良かったのにとか、今まで見逃してきたけど、やっぱりこれはもう見逃すべきではないよねって自分の中で決断したとかね、そういうことも入ってるんじゃないかなと思いますね。楽しくやりたいけど自分の気持ちも守りたい、どっちもで葛藤してきたけど、もうそろそろ動き出さなきゃいけないよねとか、そういうことも入ってるんじゃないかなと思います。できるんだったら争うことなく和やかなままで済ませたいんだけど、でもそうも言ってられないんじゃないかなっていうのも感じます。このまま和やかなままでなんとか済ませようと思ってると、逆に自分がもっと苦しくなります。なのでどうしたらいいかって言ったら、やっぱり自分の苦しみも自分が取り除いてあげないといけない。相手に言わないと相手が気がつかないこともあるから言うんですよね。やっぱり行動に起こして伝えていかなきゃいけない、そういう流れになっていきます。そうしましょうっていう風に出てきていますね。気をつけたいところとして、ワンドのキングのカードで情熱的になりすぎないこと、つまり熱くなりすぎないこと、あくまでも冷静に落ち着いた話し合いを持つことですね。争うにしてもあまり怒りの感情を出しすぎないとか、熱くなりすぎないこと、冷静に感情的になりすぎて衝動的な行動にならないように落ち着いた行動をしていきましょう。そしてやっぱりちゃんと伝えること、これが3番さんのテーマです。自分の悩み、葛藤、痛みとか、自分を守るために、自分の大切なものを守るために今動くんですよ。争い避けて通れないけど、このままだったらあなたが無理して疲れすぎちゃうから、多分あなたが守りたいと思っている人たちも疲れちゃうから、このままじゃいけないよねっていう流れを変えていかなければいけない、そういうところに来てるんじゃないかなと思います。ではオラクルカードも合わせて見ていきましょう。やっぱりあなたが自分の願望、これを伝えたい、こうしたい、これを直したい、自分の痛みを取り除きたい、だから動くんだっていう、これを達成させるための流れを自分が今作り出していくんだっていう、キーパーソンは自分自身ですね。見ていきましょう。こちらクリスタルのカードからはターコイズです。このターコイズのカードっていうのが、このカードね、自分の心の状態とか、そしてトランプからはチャーム、魅力です。ご自身の魅力について。そしてこちらはブレッシングのカードです。これらからもメッセージをもらっていきましょう。まずこのブレッシングっていうのが祝福のカードなんです。お祝い、よく頑張りましたねっていうのがまず入ってくるかなと思います。これまで頑張ってきた今のあなたには見えないけれど大きなこのご褒美の雨が降り注ごうとしています。それはお疲れ様とかよくここまで来たねという静かな祝福のようなものです。心の中にじんわりと染み込む温かさとして届いていくでしょう。頑張ってきたね、すごく頑張ったよって、だってオーバーワークになるぐらいあなたは頑張ったんだものって、祝福されるべきだよね。祝福があなたを待っています。もしかしたらこれから先ちょっと気分がいい、今までよりもすっと気分が軽くなったと感じる日が増えていくかもしれません。それはまさにあなたの中に癒しの泉が湧いてきているサインです。周りの人にとってもあなたの笑顔や言葉が癒しそのものになっていくでしょう。変わっていくと思います。これからあなたに起こる変革としては、無理をしない自分のままで人に影響を与えていけるようになる。
これから訪れる変化は自然体のままで魅力があふれ出すということです。ちょっと不思議な転換かもしれません。そうなんです。今現在のご自身の立ち位置と、この現在のご自身のお気持ちとか見ていると、葛藤があるんですよね。傷ついている自分と、周りと楽しんでいる自分とあって、そして良い未来をみんなと作っていきたいっていうようなお気持ちもあるんですが、一方でソードの5番対立っていうカードも出ていて、ペンタクルの3番が足りない、建設的に変化していくこと、誰かと手を取り合って協力して未来を築いていくことが今足りていなくて、それが欲しい、望んでいることなんじゃないかなと思っています。それは恋愛絡みかもしれませんし、恋愛じゃなくて人間関係とかご家族のことかもしれません。ただあなたがご自身の魅力っていうのもポイントになってきます。自然体のままでいましょうっていうこと。頑張って背伸びしなくても、なぜか人が集まってくるようになる。言葉にしなくても、あなたの存在が癒しや安心感を周りに与える。自分でも気がつかなかった好きなことや得意なことが誰かにとっての助けになる。あなたのそんな魅力は今ゆっくりと花開こうとしています。それは無理やり表現するものではなくて、健康で心地よくいられることから自然と広がっていくものです。だからこそご自身の健康に気を使ってください。心身のバランスどうですか？疲れすぎていないでしょうか？頑張りすぎていないですか？心が悲鳴を上げていない？体はどうですか？疲れていませんか？ってことで、心身のこの痛みっていうのが現れていますよって教えてきてくれています。だから自分の健康を第一に考えて大切にしてあげてください。今のあなたは誰かの役に立ちたいとか頑張らなきゃと思うよりも、まず自分のために心地いい時間を過ごしたいという気持ちを持つことがとても大切です。なぜだったら、その穏やかさこそが周りにとっての癒しにつながるからです。だから自分の心身の健康を一番に考えてください。自分が健やかでいるとき、それはあなたが最も魅力的であるときです。そしてそうすることによって祝福が訪れると思いますね。では開運アクションを具体的にお伝えしていきます。一番はやっぱり自分の心と体を最優先にすることです。この時期あなたにとっての一番の開運アクションは、自分のコンディションを整えることです。外に向かって魅力を発信していくよりも、まずは内側、心の中の充実をとっていきましょう。一つ、体を休めることを優先順位の第一位としましょう。いつもより早めに寝る、無理をして予定を詰め込まない、そうやって自分を休ませてあげるだけで気持ちにゆとりが戻ってきます。2つ目、心と体を動かすゆるい習慣を始める。散歩、ストレッチ、ぬるめのお風呂、深呼吸。これだったら毎日できそうと思える簡単な習慣から始めてみましょう。体が疲れている人、心が疲れている人は深呼吸ができないんです。呼吸が浅くなってるんですね。どうですか？胸周り開いているでしょうか？私も時々チェックするんですが、やっぱり疲れてる時って呼吸が浅くなっているんですね。なのでゆっくりと深呼吸すること、すごく簡単なことじゃんって思うかもしれないんですけど、いざやってみると、自分って普段こんなに息ができていないんだなっていうふうに気づくので、3番さんやってみてください。そして3つ目、自分がご機嫌になる時間を自分自身で作ってあげること。お茶をゆっくり飲む、お気に入りの音楽を聴く、美しいものを見て笑って癒されること。そんな風に自分をご機嫌にする時間を少しずつ取り戻していきましょう。自分の魅力を信じて、自分らしくあること、それが一番の魅力です。キラキラしようとしなくても、あなたらしさに周りの人は惹かれていきます。自分でキラキラしなきゃとかこうしなきゃっていう風に意識しなくても大丈夫。自分自身の心身を今第一に考えてください。今のあなたに必要なのはもっと頑張ることではないんです。むしろ力を抜いて自分を大切にすること。その穏やかな時間の中からあなたの心の癒しの泉がゆっくりと湧き出して、そしてやがて周りを優しく包み込んでいきます。それが今のあなたに訪れている変化です。自分頑張りすぎていたんだな、傷ついていたんだなってことに気がつくのが変化なんです。私は心の健康と、そしてゆとりを最優先にします。
そう自分に約束してみましょう。あなたの毎日は今よりずっと軽やかに、そして心地よくなっていくと思います。はい、これがターコイズからのメッセージ。健康的な生活を。そしてお選びいただいたこのカード、ほくらにのカードからメッセージをもらっていきましょう。これは星のように自分らしくいること、キラキラしていること、自分らしく無理してキラキラするのではなくて、ありのままの自分でいることがイコールあなたのキラキラなんですっていうことを教えてきてくれています。あなたらしさの輝きを思い出して、夜明け前の空に一番星がひときわ強く光る時間があります。それは夜が終わる直前、一番暗い瞬間でもあります。あなたにもこんな自分でいいのかなと感じていた時間があったかもしれません。でもその違いや個性こそがあなたの一番の魅力なのです。ほくらには輝く星。周りと同じじゃないことは恥ずかしいことでも欠けていることでもなくて、むしろあなたの強みです。誰かの真似じゃなくていい。あなたが積み重ねてきた時間や経験はあなたにしかない光を放っています。たとえ今それが小さくても、朝の光がゆっくりと空を染めていくように確実に広がっていくものです。私は私のままで輝いてもいい。そう胸を張って歩くあなたの姿に周りの人も元気をもらっています。どうぞ自信を持ってください。というほくらにからのメッセージ。そして今自分の心を体を優先してゆっくり休ませて、そして目標を叶えるために動いていくんですね。あくまでも冷静的に動いていきましょう。怒りの感情に任せすぎず、感情的にならず、怒りもしくは落ち込みとかネガティブな感情ですねに揺さぶられることなく落ち着いて行動していきましょう。本当に疲れています。なので休みましょう。そしてあなたにしか受け取れないこの祝福を受け取ってください。もう間もなくです。本当によく頑張ってきました。3番さん、これから変わっていくこと、自分を大切にするっていうことに気づく、そして大切にすることによって祝福を受けます。願望達成と向かって動いていかれるでしょう。このような結果となりました。ぜひカードからのメッセージをお受け取りください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは4番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、今のあなたに重要なメッセージ、そしてこれから変わることのテーマについてお話ししていきます。よろしくお願いします。4番、こちらの選択肢のカードはレイというカードです。ではよろしくお願いします。先にタロットカードで展開していきます。それでは見ていきます。今のあなたの現状というところにカップのクイーンです。そして考えていることをソードの2番、心の中っていうのがワンドのナイト、過去、ソードのキング、そして今現在の立場っていうところにソードの10のカードが入っていて、痛みの終了とか夜明け前っていうのがテーマで入ってきています。周りの状況がペンタクルの3番、恐れ、期待、不安っていうところにソードの7番、そしてこれからの流れがムーンのカード、カップの10、そして課題点、ポイントとしてはワンドのページっていうところです。で、見ていきましょう。まずはその今の現状、そして考えていることや心の中とか立場っていうところを見ると、少しギャップを感じるなっていう風に感じています。ただ一つ言えるのは、あなたが何かに抑圧されていて不安に思っているということです。自分の魅力を思う存分発揮できていないような、自分の中で殻に閉じこもっているような、そんな気もしますし、救いの手を待っているようにも感じますし、
そしてこれから先の未来、望んでいることっていうのは誰かと手を取り合う未来ですね。平和的で穏やかでうまく循環していて、それはお仕事や生活のことかもしれません。今よりも潤った世界とか潤った環境で仕事していきたいよねとか、収入を得て生活していたいなとか、平和でありますようにって、そういうことが伝わってきます。一人で頑張るのはもう疲れたなとか、孤独になるのは嫌だなとか、何かを我慢して、でも自分が我慢することで周りが平和になるんだったら、それもありだなっていうふうには思ってるんですが、でも一定以上我慢しすぎると、それってどうなんみたいな心の中で思うところもあって、結構苦しい立場にはいるんじゃないかなと思うんです。でもその中で優しさを持ってるあなたがすごく素晴らしいなっていうふうに思いました。例えば誰かに傷つけられた時もあったと思うんですよね。ひどいことを言われたとか、冷たい態度を取られたとか、あれ思ったのと違うなっていう風な対応を取られたようなこともあったと思うんですけど、ここにあるあなたっていうのがとっても優しいんです。誰かに寄り添おうとか、たとえ自分を傷つけた相手だったとしても、その相手が困ってるんだったら手を差し伸べるんじゃないかなっていうのも見てて思いますし、周りが良くなるといいなっていうのも感じますし、もちろんそこに自分も含まれてはいるんですけど、もう少し見ていきましょう。ただもう苦しいのは終わっていきますからね。ムーンのカードが出ていて先行き見えない。だけどあなたの心の中の願いっていうのはやっぱり平和っていうところなんじゃないんでしょうか。もう未来に向かって歩み始めたいとか、一歩欲しいっていうところなんじゃないかな。ハートのカードですね。このハートっていうのが愛情、真実の愛っていうのを基本的に表します。でも私はこれはあなたがこの愛情を持ってらっしゃる方なんじゃないかなって、自分の手にこうやって持ってるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。はい。非常に大きな愛を持って周りと接してらっしゃるんじゃないかな。たとえ自分が傷ついたとしても誰かのためにってことをすごく考えてらっしゃるようにも思うし、あとは恋愛がテーマとか、あなたにとっての愛ですね。家族愛かもしれないし、今自分が夢中になっていることへ向かってる愛かもしれません。自分の心とはっていうところに対しての、やっぱり大切に思っている気持ちだったりとか、これからその思いを育んでいきたい、思いが穏やかになるように、できるだけ波打ちたくないから、いつまでも自分の心、愛情を注いでいるものが穏やかであるようにっていうことも感じます。はい、自分自身ですね。淑女のカードなので、やっぱりこの愛は自分に向けられるものだし、自分の中にあるものでもあると思うし、そしてあなたが求めているこの思いっていうのが自分に届きますようにかもしれませんね。この愛っていうのが大きなテーマです。あなたの持っている愛、そしてあなたが受け取る愛、どちらも含まれます。周りの状況っていうのがペンタクルの3番なので、助けになってくれる人がいるし、話し合いをしようと思ったら話し合う、向き合ってくれる相手もいます。お友達かもしれませんし、職場の方かもしれないし、あなたがしっかりと愛を受け取るべき相手から愛を受け取るんだっていうことが言われています。なので今の現在、誰かから冷たくされてるとかひどいことされてるっていうわけではないんですが、過去あったかもしれません。だから今の立場としてはちょっと厳しいなとか、もうそろそろこれ終わらなきゃなっていうふうに思っている、けじめつけなきゃなっていうふうに思っていることもあるかもしれません。一つのサイクルが今終えようとしている。何のサイクルか、それは辛かったことが終わっていく。そして穏やかな世界へと変わっていきます。ポイントとなってくるところにワンドのページのカードが入ってきているので、1枚もらっていきましょう。挑戦することっていうのも、勇気を出してみることとか、ワクワクする方に飛び乗ってみることっていうのも大切です。例えば先行き見えないから
行動に起こすのはちょっと怖いなとか、様子見とこうかなって思っていたんだったら、思い切って飛び乗ってみた方が、実は案外ね、道が開けたりするかもしれないよっていうメッセージかもしれません。1枚もらっていきましょう。アンカーです。鎖のカード。責任感とか信頼とか安心とか安定とかを表します。また中にはお仕事っていうワードも入ってくるので、お仕事絡みで今見てらっしゃる方は、やっぱり自分が情熱を注いでいるものが今お仕事関連ってこともかもしれませんね。そしてここのアンカーが示すことっていうのは、やっぱりその自分がワクワクする方に飛び乗っていくことで成功への架け橋になったりとか、このカップの点っていうのが周りと喜びを分かち合うとか、平和な世界とか、自分の身の回りが幸せであることなんですよね。幸せな気持ちで満たされる、自分も相手も満たされるっていうことなので、ここを橋渡ししてくれるのがこの怒りのカードです。安心信頼とか、そこに対して自分で勇気を出してアプローチかけてみる、飛び乗ってみるとか、受け取ってみる、人の親切をそのまま受け取る、謙遜しないとか、そういうことも大切になってきます。今モチベーションを上げる時とか、テンションを上げて行動に移す時なのかもしれません。慎重になりすぎずね、じっとそこから動かないのではなくて、動いたことによって変わることも出てくるよっていうふうに言われています。そしてこのソードの7番も入ってきているので、単独行動を表しているんですね。それがあなたの期待や不安、恐れっていうところに出てきているので、周りと協力し合うことと単独で行動すること、さあどっちがあなたにとって今必要なのかっていうのを見極めの段階なのかなっていうふうにも思います。例えば周りに合わせすぎていて自分が疲れてしまうんだったらとか、周りに合わせすぎて、周りに愛情をかけすぎて、考えすぎていて自分の気持ちにセーブかけすぎていたんだったら、そろそろ受け取るべきものを受け取ってもいいんじゃないっていうメッセージだし、またその自分の中でもう届けていきたいんだとか、一人でやり続けてきたんだ、誰にも相談しなかったんだ、だとしたら、みんなと協力して分かち合う喜びをそろそろあなたが受け取る時なんじゃないのかなっていう風なメッセージでもあります。どっちに今傾いてるのかなってことですね。一人で頑張り続けてきたのか、それとも周りに合わせすぎていたのか、周りからの協力を得る時なのか、ね、どっちなのかなっていうふうに今自分の中で見極める時ですね。3番さんでは、これから何が変わっていくのかとか、これから起きてくることについて見ていこうと思います。ではオラクルカードめくっていきましょう。見ていきますね。こちらのカード、これは充足感というカードですね。はい、実りを迎える時です。そしてこちらのカード、これも、相続といって継承とか受け継ぐことだったりもします。そしてクリスタルのカードからはソーダライトというカードです。こちらからもメッセージをもらっていきましょう。まずは満ちる時、もう間もなくやってきます。そしてすでにある豊かさに気がつきましょうというメッセージでもあります。暖かい日差しの中で桃の実がたっぷりと実っている光景を思い浮かべてみてください。それは今のあなたの心の内側そのものです。これまで少しずつ育ててきた努力や思いがやっと実りとして形になろうとしているタイミング。そのあなたが育んできたものって、手にかけてきたものっていうのは愛情ですよね。手にかけてずっと育んできました。あなたのその愛情が今相手に届く時とか、成果となって現れる時です。実りを迎えようとしています。今はまだ全部が整っていないように思えても、すでにいろんな面であなたは満ちてきているんです。これからのあなたの変化はとても穏やかで、じわじわと力強いものとなっていきます。忙しさや焦りの中で忘れていたけど、一緒に笑ってくれる人がいる。心から美味しいと思えるものがある。そして好きな景色や落ち着く空間がある。そんな当たり前にあることの中に、実は一番の豊かさが眠っているのです。もっとこうだったらいいのにと思っていた場所に、ふとした時充実感が生まれてきます。それは外から与えられるもの以上に、あなた自身の心が変わってきた証です。もしこれから新しい家族、パートナー、プロジェクト、夢が芽を出そうとしているんだったら、まさに今がその温かい土壌が整ってきた合図です。では開運アクションをお伝えしていきましょう。
テーマは自分が大切に受け取ってきたものを少しずつ表現していくことです。4番さん、今のあなたは心の内側に宝物を持っています。それはこの愛です。ここですね、心です。これはこれまでの経験や家族から受け継いできた価値観、仲間から受け継いできたもの、そして大切にしてきた思いなど、目には見えないですが、あなたという人を支えている土台となっているものです。それを人と分かち合うことがあなた自身の豊かさを育んでいきます。私はこう思うんだと言葉にしてみること、家族や仲間に自分の気持ちを素直に伝えてみること、好きなこと、得意なことを形にしてみること。最初はちょっと勇気がいるかもしれません。でもあなたの言葉には力があります。自分の気持ちをまっすぐに伝えることで、周りもあなたの本当の魅力に気づき始めていくでしょう。こちらのインヘリタンス。このカードは受け継ぎというカードで、目に見える財産とあなたが大切にしてきた思いを未来へつなげていくことを表しています。それが今のあなたに与えられた役割でもある。架け橋のような存在になることとか、誰かと誰かをつなげる、そんなあなたの愛情なのかもしれません。あなたに訪れる変化は、足りないと感じていたものがもうすでに自分のところにあったんだというふうに気づくことです。焦らず、周りと比べず、自分のペースで味わっていってください。あなたの心が満たされれば、その豊かさは自然と周りにも伝わっていきます。それが分かち合う幸せ。これからのあなたの人生に温かい実りを運んでくれるものです。私はすでにたくさんの豊かさを受け取っている。今日のあなたにそんな優しい言葉を送ってあげてください。はい、そしてこちらですね、お選びいただいたオラクルカード、レイというカード。このカードは巡る愛の形というメッセージです。愛される価値がある私への気づき、目に見えないものほど本当は大切だったりします。ハワイで贈られるこのレイのように、それは心と心を結ぶ証です。最近誰かの言葉や態度で自分の価値を疑ってしまったことがあったのかもしれません。しかしあなたには愛される理由がちゃんとあります。レイは愛、絆、友情、平和の象徴です。その愛は時間をかけてじっくり咲く花のようなものです。急がなくても大丈夫。まずは自分の心を満たしてあげることから始めていきましょう。美味しいものを食べたり、心がほっとする音楽を聴いたり、温かいお風呂に入ったり、自分を大切にする時間があなたの魅力をふわっと咲かせてくれます。私は愛される存在なんだ。その確信がこれからの出会いやつながりに小さな奇跡を起こしていくでしょう。これからあなたには誰かと気持ちを分かち合うような、そんな優しい世界が訪れます。実りもありますね。甘い実りがやってきます。なので仲間、大切な人との絆を信じて、これからもご自身の持っているこの素晴らしい愛情をね、手に持っていますから、これを持ち続けていってください。そして受け取るものもちゃんとありますから、しっかりとそれを受け取っていってください。そういう実りからのメッセージです。とても美しいものを持っていらっしゃるなっていうふうに感じました。自分の心の中にもうあるんだよっていうことを教えてきてくれています。4番さん、今のあなたに必要なメッセージ、そしてこれから変わっていくことのテーマについてお伝えしました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングはいかがだったでしょうか。テーマとしては、今のあなたへ必要なメッセージ、そしてこれから大きく変わることをテーマにお伝えしていきました。今回は4択の選択肢となりましたが、どれをお選びいただいたでしょうか。この選択肢のカードはハワイの景色を描いたものとなっています。はい、ということで今回の、共通メッセージはこちらのカードですね。ザ・ブレッシングカード、チベット構想のオラクルカードの白からいただいていこうと思います。共通メッセージでいただいていきます。
ちらから何枚かもらっていきます。はい、これで見ていこうと思います。ではメッセージをもらっていきましょう。今のあなたに必要なメッセージです。目の前にあることに最善を尽くしていますか？何に対して怒っていますか？本当の原因はどこにあるのでしょうか？はい、目の前にあることに見てみましょう。ヒントが隠れているかも。そこにベストを尽くしているのかどうか。目の前のこと、そして何に対して怒ってる、何か起こっているようなこと、ネガティブな思いを抱いていることありますか？その原因は本当はどこっていうことで、それはヒントとして目の前にあるかも、目の前のことかもよっていう風なメッセージだと思います。今目の前で起きていることや自分がどう感じているのかってことに目を向けて、そして今取り組んでいることの中からヒントを手繰り寄せていきましょう。そんなメッセージだと思いました。こちらもぜひお受け取りください。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。暑い日が続きますが、どうぞ水分補給をしていただいてお体ご自愛ください。では次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。こちらでした。